こんにちは、ハゼ水槽池です。もう4年もいる入れ墨ハゼが産卵をしています。今年初めて産卵を確認してから繰り返し産卵を続けていますが、今回は水槽の正面に産卵をしてくれたので、世話する様子をしっかり撮影しておきました。貴重な映像だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。この赤っぽく見えるのが卵。自然界でも岩裏のドーム状になった箇所に産みつけるみたいです。今回もライブロックのこのくぼみになっているところにきれいに産みつけてあります。だいたい1回で500から800個ほど産むらしいのですが、そこまでは細かく確認できませんが、確かにそれくらいありそうで、カメラで見えるよりも奥の方まで広がっています。メスが産みつけた後はこうやってオスが世話をしていますね。例えば隠れクマノミみたいにずっとファニングしているみたいなことはなくて、基本はじっと見守っていて、たまに揺らす程度ですね。うちの水槽で産卵をした他のアオギハゼなんかはもっと頻繁にファニング行動をしていたんですけれども、入れ墨ハゼはあまりしないみたいですね。ただ近くに他のハゼが来た時の威嚇は結構激しめですね。黒ユリハゼが近くを通るたびに反応していました。そのあたり少し動きのある映像を編集したので、ぜひご覧ください。どうでした？ほぼじっとしているので動いている様子をまとめておきました。しっかり世話をしていて可愛いですよね。この後後半は今の映像のように育児中は夫婦で一緒にいることが多くなって、たくさん映像を撮影できたので、これを流しながらせっかくなのでこの入れ墨ハゼについても紹介していきます。入れ墨ハゼ、英名ハーフバードゴビ、2、3センチの小型ハゼで、特徴は岩肌、岩裏の隙間に逆さまになって暮らす面白い生態の小型のハゼ。すごく有名なわけではないんですが、アクアリウム、水族館、ダイビングでも頻繁に目にする子です。和名の入れ墨ハゼの通り、顔から入れ墨を彫ったように白い筋状模様が体を通っていて、とても綺麗です。捕食の際などヒレを広げてホバリングしながら泳ぐ姿はとても綺麗です。オスメス性別の見分け方は背びれ前半部分が長くギザギザに伸びるのがオス、ちょっと丸っぽく伸びきらないのがメスということで、丸っぽくメスのヒレも可愛いのですが、泳ぐ時にはやっぱりオスのトゲっぽいのがかっこいいですよね。普段は本当に臆病者で、ライブロックの裏側にいるだけでなく奥の方に隠れてしまいます。うちの子はペアですでに4年もいるのがいい影響なのか、水槽全面で過ごしていますが、基本的には水槽に入れた後は奥の方に消えていきます。うちでもしばらくもうダメだったかな、いなくなっちゃったかななんて思ったら、次の日にはひょこっと現れたということが何度もありました。個人的に
小型ハゼはこのたまに現れてライブロックやサンゴから顔を出すのが可愛らしくて好きなんですよね。うちの水槽のレイアウトはライブロックを上に積み上げているんですが、これはまさにこの入れ墨ハゼやイザヨイ弁慶ハゼ、以前は弁慶ハゼもいて、これら逆さまに泳ぐ小型ハゼ鑑賞のためにレイアウトをした結果です。今ではここにさらに沖縄紅ハゼも加わって、うちの水槽の岩の裏、ライブロックの裏はだいぶ賑やかになっています。入れ墨ハゼ、餌もうちにある海水魚用の餌にはほぼ何でも反応します。大小冷凍ブラインシュリンプ、生きブラインシュリンプはもちろん、ホワイトシュリンプ、ミジンコや粒餌シュアも食べていて、時間になって私が近づくと、特にメスは水面近くのライブロック上まで陣取って餌を狙っています。お互いに極端に威嚇する種類でなければ混泳もできて、時折ちょっかい出す程度には威嚇はしますが、追いかけ回したり傷つけ合うような喧嘩は今まで見たことないです。ただ同種を3匹以上複数入れるのは経験がないので、ショップなどでしっかり確認した方がいいですね。ペアは可愛いですし、今回みたいに産卵も見れるかもしれませんので、ちょくちょくショップで入荷する種類なので、ぜひペアも探してみるとより楽しめるかもしれません。2匹で喧嘩もしないので、今までヒレが切れているとか病気も特段はありません。2匹とも小型ながら 3,4 年も生きているので、体はとても丈夫、さすがはハゼといった感じなので、まだ不慣れな水槽の初心者の方にもぜひおすすめできる1匹です。ただメインに水槽を優雅に泳ぐといった感じではないので、水槽の隠れキャラとして楽しみたい方、メインがいて次の1匹におすすめです。本当に水槽によっては全く出てこなくなってしまうなんて声をたくさん見てきてますので、気をつけてください。どうでしょう、先ほどから何度か夫婦でも舞うように泳いでいますが、本当に華麗に泳ぐ入れ墨ハゼ、小型ハゼの可愛さを持ちながら、よく見ても入れ墨模様の綺麗な体、隠れキャラだからこそダイビングや水槽で見つけたみたいな楽しみ方もできる一匹です。産卵の話に戻りますが、産卵後他の一般的な種より早く 3,4 日程度で孵化するそうです。この後もぜひ見守りたいと思います。ただ孵化後はさすがに対応を今回できなさそうなので、今回は諦めますが、ぜひね、いつかチャレンジはしてみたいと思います。またいろんな場面などを撮影できたら SNS も合わせて報告しますのでお楽しみください。どうでしたか、入れ墨ハゼの産卵。貴重な場面を入れ墨ハゼにしては珍しく水槽全面で確認できて嬉しいです。こうやって YouTube に映像を残せたのが良かったですね。こういうのが好きな方はぜひ以前の銀河ハゼ、青木ハゼの産卵も合わせて見てみてください。ハゼばかりですがたくさん産卵の瞬間が見れて撮影もできて幸せです。アクアリウム趣味の特権だと思います。今後もアクアリウムの面白い場面、貴重な場面があれば動画にしますのでよろしくお願いいたします。それでは今回の動画の評価、入れ墨ハゼ産卵頑張って入れ墨ハゼ好きになった方、ぜひいいねを押して書いてください。今後もハゼの可愛さ、アクアリウムの面白さを広めていきたいと思いますのでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたね。